こんにちは。多聞丸の、カンコレチャンネル、提督の多聞丸です。ちゃんと、聞こえていますでしょうか。ちょっと、喉の調子があまり良くないので、もしかしたら、聞こえづらかったりするのかなとも思いますけども、いかがでしょうか。本日は、10月10日、だいぶ、肌寒い感じの朝になってきましたけども、日中は、過ごしやすいんじゃないのかななんて考えています。どうも、昨日はツイッターの方で激励いただきましてありがとうございます。早速のコメントありがとうございます。今日はそうですね、エキストラオペレーション5の5を攻略していこうと思いますので、よろしくお付き合いください。一応時間の方は、今から3時なので一応4時までの放送と予定させていただければと思います。もし今日攻略難しいなという時はまた後日ですね、時間を取りましてやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは画面の方を切り替えたいと思います。実は今回、5の5ですね、攻略するにあたりまして、今までは一つの艦隊で、攻略をしていたんですけども、ルートがありますので、そのルート別に編成を組ませていただきまして、それで順番にカンムスたちにですね活躍を見ていけれたらなと思って組んでいました。ただまだ編成がですね完了しておりませんので、ちょっと出撃の方まではもうちょっと時間いただきたいと思います。ではちょっと編成の方をですねしていきます。最初はですね、こちら。最初はウェルートですね。図にしますと、こちらかな。はい。こちら。こちらですね。最初の、この、B マスに行って、その後、K マスに行って、その後、P マスに行って、ボスに行くと。そういったルートになります。編成例の方が、戦艦3、空母3、もしくは戦艦4、空母が2、あるいは戦艦5、空母が1と、いったかなりの、もうガジガジの脳筋編成という感じになります。特殊攻撃がしない分だけ確実にダメージを与えられるという特徴があるのと、装備枠にも、若干余裕があるルートになっております。ただボスマスでそれる可能性が若干あったりしますので、その場合は素直に帰るというような感じになっております。ちょっとこちらを閉じて
装備がまだ全然積まれてない状態であるので、ちょっとここら辺を選んでいかないといけないですね。まずはこちら。まあ、大和には、こちら、どちら重視かな。姿勢法、姿勢法2つ乗せてみようかな、今回は。ヤマト、嬉しい。提督、感謝です。推定は、こちらは塩に乗せて、あとは、特攻弾、こちらは、なかなか、鉄鋼弾も、回収してるんですけど、なかなか開発出てきてくれないので、なかなか回収が進みませんね。ヤマト、嬉しい。はい。提督、感謝です。次はじゃあ武蔵の方ですね。武蔵も対空火力もまあ気になるな。46センチ砲は一つ回収したのがあるので、これがこちらを、搭載させましょう。いける、いけるぞ。あとはこちらの水艇と、水栓かな。水栓。この武蔵が褒めてやろう。対空火力もまあ気になるな。これが武蔵の新しい力。いける、いけるぞ。ああ、偉いぞ。この武蔵が褒めてやろう。3番艦は、アイオワに務めてもらいます。アイオワバーとスイープはこうでないとね。いいわ。ハープーン？悪くないけど、まだ早くない？まあ、アイオワも普段出撃する機会がないので、今日は、十分働いてもらうことになるでしょう。アメリカ艦なので、電弾をちょっと、電弾をこちらから借りてきて、バーとスイープはこうでないとね。いいわ。まあ、やはりこちらは、レキューが出てきますからね。なかなか、ダメージが、まだ早くない？怖いですけどもね。ありかな。どうしよう。ここは、ビューティフル。いいかな。いい子たちですね。サラトガと、イントレビットですね。こちらも、ちょっと今にした方がいいのかな。まずこれでいってみよう。あとは大砲ですね。この装備、いいわね。機体も気持ち的に楽になるわね。601、601。
いい風ね。ちょっと体感が欲しいな。この装備いいわね。気持ち的に楽になるわね。若干これで買えるかな。よし、まず一つ目の艦隊は、こんな感じで仕上げてみました。はい。シャゲさん、こんにちはです。今日も、ゆっくり見ていっていただければと思います。まだすいません、出撃する編成前なので、これから出撃したいと思います。短めのお風呂いただきます。それでは最初の艦隊ですね。こちら、戦艦4、空母2の編成で、ウェルートですね。支援艦隊も、道中支援、決戦支援ともに出していきます。まあ、それでもなかなか突破するのが難しいところなので、では行ってみたいと思います。冗談じゃないわという感じで、あけぼのを機関にしていますね。あんたならやれる。私は応援するさ。天城からは応援で来ますね。そうですね。旧骨津軽さん言う通り、普段はなかなか出撃する機会がないものですから、この機会にですね、資材もだいぶ溜まってきましたので、思い切っていきます。もちろん他の編成でも出撃する予定なので、そちらもご期待ください。戦艦ヤマト押してまいります。ただこの艦隊だとそうですね、対戦攻撃ができないのでシャケさん資源を1000くらい本当お分けできればすぐにしてあげたいんですけど、トレード機能がないものですから申し訳ないですね。ヤマト、砲雷撃戦始めます。その分道中はそれなりに進行でしやすいということですので、そこまでは安心して見ていられるのかなと思いますけども、若干ダメージ受けちゃいましたね。これくらいは許容の範囲内です。敗北がつくのを考えるといつも資材が欲しいって言ってるんですか。遠征ですね。やっぱりきちんと回していればたまるとは言ってもね、どうしても出撃しますと、弾薬は一番減ってしまいますし、この艦隊で行きますと中波大半ってしようものなら鋼材がとんでもない量が飛んでいくのを覚悟してますので、鋼材2万くらいはち
ちょっと覚悟はしてます。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。まあ、ここの編成もそれほどではないので、遠征部隊、まあ、機関の攻撃力だけがちょっと不安ですけど、ここだけ打てれば、問題ないのかなと思います。当てましたね。やるしかないわね。まだまだバトルセーフの時代は終わらない。頼みます。引いてなさい。タックファイヤー。夜だって装備や艦載機体によってはいけちゃう。フライングパンケーキの活躍がようやく、できる日が来たようです。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。ああ、次の回戦も急行津軽さん、まだあれですか、タラの建造ですか。なかなか大型建造も確率が低いですから、ねえ、ほんと、まあ、資材が自然回復量まで貯めてからまあ、貯めて、それから回すのが一番まあ、精神的にも楽じゃないのかなと思って以前は回してみましたけども、まあ、ここが一番の、まあ、自己リポイントといいますか、ここを突破できるかどうかの問題になりますね。まあ、レキューが先制ラインしてきますから、これがどこに刺さるかになりますけども、これがさらに大破してしまいました。いやー、ここやっぱバルジ乗せた方が良さそうですね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。武蔵さんが来てくれたですね。やるしかないわね。なかなかそれですと難しいですよね。装備や艦載機体によってはいけちゃうから。まあ、第一次攻撃隊の方が好きだからね。まあ、やはりここを抜けるかどうかが、一番のポイントだとは思ってましたので、まあ、サラも、そうですね、バルジ乗せた方が、良さそうですね。しかし、礼は受け取ろう。はい、赤野さん。提督、覚えてくださいね。ここら辺がちょっと一番難しいところではありますね。艦隊が無事帰投しました。よかった。やはりここは、防御力を上げていきましょうね。だいたいここの来撃で根気を食らって大破する確率っていうのが、まあ、今のこのレベルでいくと、まあ、30% くらいですかね。まあ、中波の確率は 40%、まあ、小波がまあ 20% ぐらいの確率になりますので、まあ、ノーダメージでいくことはまあほぼ考えてはいませんので。ごめんなさい、提督。申し訳ありません。少し後方に下がります。必要よね。お礼は言わん。助かる。はい、ありがとうな。まあ、第一部隊は、まあ、予定通りと言いますかね。来てくれました。では次は、次のルートですね。こちらの編成をいきたいと思います。まあ、飛龍にも働いてもらわないといけないので、ちょっとこちらの編成にしております。はい、こちらは、2つ目のパターンになりますね。正規空母が2以下で、駆逐艦が2隻。まあ、戦艦も2隻入れられますので、まあ、先ほどよりも対戦もできるし、まあ、器用な始まりができるということで、まず B マスに行って、次 F マス行って、今度は J マスですね。そして、先ほどのまた列級がいる P マス超えてのボスに行くと、まあ、こういった感じになります。
まあ、装備もまあ整えてはいるんですけど、どうかな。まあ行ってみよう。では編成の方ですね。ちょっと画面の方を変えたいと思います。あ、こっちじゃなかった。はい、期間は、飛竜になっております。はい、こちらですね。まあ、このパターンが、どちらかというとメジャーなのかななんては思いますけどね。そして、総理ですね。エクサ隊の整備に支障が出ちゃうから、後でということで。ちょっと制空値が足りないかな、これだと。ちょっと。飛竜のところをやっぱりもう、感染もう一個増やしてくれるのか。で、友長は、天山友長をやっぱりこう、使っていってと。よし、これなら一光線にも負けません。ね、総流。まあ、制空値これで300ちょっとはあるので、こちらも、今度はエグサ隊ですね。ここも、変えていってと。いい装備。どうかな、飛竜。で、こちらのリシュリューですね。最近出番がないので、今回は、リシュリューをこちらに採用と。そして、ビスマルクのドライですね。こちらを採用。駆逐艦からはジョンストーンと、そして、風雲管理という感じの編成になっております。敵空母が現れましたか？先ほどと同じように、道中支援、決戦支援ともに出していきたいと思います。冗談じゃないわ。あんたならやれる。私は応援するさ。今度は、ボスまでたどり着くことができるでしょうか。行ってみたいと思います。艦隊出撃。徹底的に叩きましょう。索敵も怠りなく。先ほどと違いまして、こちらですと対戦攻撃が可能となりますので、悪くても、B 勝利は取れるかなというところだと思います。ここは問題なく、抜けられそうですね。私？この風雲の戦果が？そう、ここはやはり駆逐艦の、見せ所といいますかね。ここをうまく、突破できて、次にここは農道分岐になりますので、今度はチェーマスですね。こちらに行きたいと思います。こちらの編成でも、ここのマスがそれほど強くはないので、問題ないのかなと思いますけども、そうですね、ここ潜水艦出るんですね。ちょっと忘れてましたけど、ノーマルなどで大丈夫でしょう。
装体系は、反抗戦。この、ルートでいくと、ここは、今は臨形陣できましたけども、服従陣で来る場合もありますので、そうなりますと、被弾する可能性が高くなっちゃうので気をつけたいところですね。はい、ここも、難なく突破できそうですね。ハグロです。妙高型従順洋艦姉妹の末っ子です。ハグロさん、まだ、今回7の3には今月まだ行ってないので、来週ですかね、その時にまたハグロさんの出番が来ますので、その時に、活躍してもらいましょう。それでは、今日2回目のこのまたレキューとの戦いになりますね。さて、今回は中波で止まってくれればいいんですが、どうでしょうか。今回はノーマルの方が来てくれたので先制雷撃はないんですけど、追反艦の攻撃力がちょっと高いので、そこをどう叩けるかですね。まずは先制攻撃を当てていけば良さそうな感じですね。まだ大破とは言っても十分火力はあるので、とどめを刺していきたいところですね。はい、やはり、エムサ隊強いですね。ちゃんと当てていけば、クリティカル、十分走行を抜けます。第一機動艦隊、第二航空戦隊の栄光、揺るぎません。先ほどからやっぱり総流の方がちょっとFB 攻撃力重視の艦載機を積んでますのでね、ここは仕方がないですね。飛竜はどちらかといえば今回サポートの方に入ってますので、それでは、もう誕生陣で、ボスだけを脅していくというスタイルでいきたいと思います。服従陣ということは相手は今回は迷宮がいない編成ですが、それでも叩けないときは叩けないので、できれば、叩いていきたいところですけども、ちょっと精訓が足りないようですね。もうちょっと上げとくべきでしたね。反抗戦ですね。ここで、総流のカンパニー被弾としてなってしまいましたね。ジョンストンも被弾をしてしまいましたね。ここはなんとか、数を減らしていきたいので、さすが南方世紀かわしていきますね。総流が、被弾を、そうですね、攻撃前の被弾となってしまいますね。
いやー、だいぶいい感じに残ってしまいましたね。では、野戦に行きたいと思います。よし、友永隊頼んだわよ。風雲に行ってしまいましたか。やはりフィニッシャー狙ってきますね。不正が出ましたね。いや残念。せっかく、いい編成を引いたんですけども、ちょっと倒すことができなかったですね。やはりここは編成をちょっと変えた方が良さそうですね。まだ早いですね。補給ありがたいです。必要よね。お礼は言わないけど、助かる。やはり普段慣れてないちょっと編成をしてたので、戦い方がちょっと雑でしたね。戦艦リシリュウ出るわ。いい？ブネウェクモア。自慢の飛行甲板が。まあ、風雲のフィニッシャーを期待をしてたんですけどね。まあ、しっかりこう、そこを潰されてしまったので、そうなるとやっぱり、最後火力が活かせなくなってしまいましたね。ちょっと飛行甲板を補修するね。それと制空権がちょっと取れなかったのもちょっといただけなかったですね。まあ、そうなると、天山をよーし、いい装備。どうかな、飛竜。もう1スロット入れとかないと優勢が取れないですね。ここはからこれを持って嬉しいな。どう？私に似合う？飛竜に野戦攻撃ができるようにちょっと変更しましょう。こちらの先日実装されましたこの対戦もできる、仕様の装備ですね。サラトガ装備の一光線のこちらの艦船を、ちょっと持ってきて、やったー、いい機体です。これで制空値は十分ですね。十分足りているはず。であれば飛竜に帰還をして第二航空戦隊飛艦飛竜、第二航空戦隊飛艦総竜、抜病します。それなら足りるかな。よーし、いい装備。どうかな、嬉しいな。どう？私に似合う？いや、多分足りないな。よーし、いい装備。どうかな、飛竜。もうちょっと。嬉しいな。どう？私に似合う？火力が落ちるのかな。やっぱりエグサにした方がいい。やっぱりエグサ隊の方が、火力も上がるし。嬉しいな。
そして、最後のもう一つのパターンですね。こちら。第3のパターンですね。こちらは中央の、下ルートを通る編成になります。最初の B マスの潜水艦マスを抜けて F マスに行って、ノード分岐から渦潮を越えて、H に行って N に行って、そしてノード分岐の O マスから、S マスに行くと、そういうところになります。ただ、火力が先ほどの2つに比べますと低くなっちゃうので、どうしても、特殊攻撃が必要になります。要は長戸タッチですね。こちらを活用していかないと、いけなくなりますね。この兵装はさらに強くなるな。ただちょっとこの編成まだちょっとまだ全然完了してないということで、すみません、ちょっとお待ちください。この長門を侮るな。急行津軽さん、そうですね。こちら、補給管を入れれば、同じようにルート固定ができるということで、特に、燃料のですね、減り方なんかも抑えられますので、それも、どうしてもダメなときは、私もそれをやっています。こちらは、いいのに、別に何も出ないわよ。悪くはないわね。ありがとう。そうですね。戦艦陸奥、抜病、出撃します。以前、長戸タッチを発動する、確率が、この運の値に左右されるという話をちょっとしたんですけども、これは長門と陸奥にも影響がありますので、この強化をいずれしないといけないなと言っておきながら全くしていない現状なので、今日はちょっとこの運の回収をしてみたいと思います。あまりどれくらい上がるかはちょっとあんま期待はできないのであれなので。火遊びはやめてって。よろしい。こちらの丸い5隻ですね。理論値からいけば4隻入れるのがいいんですけども、いつも5隻揃ったらやるというふうに決めてたので、今回は、やっていこうかなと思います。こちらですね。これ24、25で27、期待値で28にはなってますね。さあこれで、どうなるでしょうか。敵体が回収していきましょう。はい。悪くはないわね。ありがとう。予定よりも、2つ上がりまして、運の値がプラス8ということで30になりましたね。これでもう少し発動率が、上がると思います。
ちらはセクチは、かな、どこだ。一式鉄鋼弾いいのにと、別に何も出ないわよ。あとは先ほどの舞台と比べてどうしても装備枠がちょっとギリギリになってしまうといった点もありますので、ありがとう。そこら辺がちょっと難しくなってくるのかなと思いますね。は増設がある。ほらほら。鈴谷には、そうですね。もう完全に制空担当。ほー、強くなってるじゃん。をしてもらいこます。れでクマのには負けないね。まあ、推薦も今都合10機かな、10機ほどは用意してるので、いいじゃん、いいじゃん。まあ、数は足りているのかなとは思ってます。強くなってるじゃん。これでクマのには負けないね。熊の航空隊も力もらってあげてもいいけど。じゃああまり下品な並走は嫌よ。とはここまでいらないかな。外してよろしくてよ。先日ペナントの任務報酬でもらった3号砲ですね。ようやくマックスまでなりましたので、もう1本増やすことができましたね。あとは、1000はあまりないと思うけど、予定を積んでいこうかな。あまり下品な並走は嫌よ。あら、よろしくてよ。もらってあげてもいいけど。あまり下品な並走は嫌よ。あら、よろしくてよ。じゃああと夕立に関しては、まあ一応運の値が43まで回収が終わっまだまだ本当はもうちょっと必要なんですけどもね、まずこのくらいにしてありますけども、提督さんのためなら夕立どんどん強くなれるっぽい。その後は降車装置もこちらの装備スロットに入れられるようになったので、だいぶ対空のですね、補助ができるようになって安心感が、増したのかなと思っています。あとは、ご連想酸素魚雷夕立どんどん強くなれるっぽい。と、こっちの方が強力。最高に素敵なパーティーしましょう。ほい。これで、一応ギリギリ提督さんのためなら夕立どんどん強くなれるっぽい。そうですよね。星6でいただけましたので、比較的早く回収が終わってよかったです。まあ、夕立もようやく134までレベルが上がったので、まあ、装備の補正もありますけども、耐震率100になって、まあ、カットイン攻撃ができるということになったので、まあ、今後もこの形はまあ、イベントをですね活躍してもらう分には十分な能力になってきたと思います。こちらを解除して、よし。それでは、要因が整いましたので、出撃していきたいと思います。でまた
支援艦隊の形。あんた冗談じゃないわ。あんたならやれる。私は応援するさ。応援をしていただいていますので、なんとか、今回ボスには行きやすいのかなとは思うんですけども、倒せるかと言われるとちょっと発動に全てがかかってますので、そこをどんな感じでいけるかなというところですね。ではルートの方は一回改装されたビッグセブンの力、侮る近代兵士がダメなの。よりどり緑っぽい痛いですよ。定型人の状態ですとね、ちょっと雷撃は怖いですね。よりどり緑っぽい痛いですよ。ニアスか。そうですね、フレッチャーにちょっと若干ダメージが入ってしまいましたので、ちょっと怖いですけどね。ここは、B 勝利で抜けられたので、そのまま行ってみましょう。結構頑張ったっぽい。提督さん、褒めて褒めて。はい、やっぱり夕立は、こういった時には頼りになりますね。こちらのルートはこちらですね、D のマスの方に移動になります。では、ここが一番このルートで難しいと思われるポイントになりますので、うまく抜けてくれることを、祈りましょう。敵艦隊見つけた。やっちゃうよ。下がりません。そこです。そうですね。ここは航空優勢が取れたので、編成はこれで良さそうですね。攻撃隊も、十分命中してくれているので、大丈夫でしょう。そこです。ちょっと戦闘形態が相手が服従時になっているので、ちょっとクリティカルをもらってしまうと、危ないかなっていうぐらいですけども、早めに中波まで、ダメージを与えていきたいんですけど、長門がここは、やはり長門の命中性能は高いですね。ここも難なく突破できそうですね。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。私、妙高型従順洋艦妙高と申します。共に頑張りましょう。はい、では頑張っていきましょう。このシーマスで、どうしても空母が持ってくることができないといったところがありますので、水上戦闘機ですね。最近のイベントはそういった、監修の縛りといいますかね、出撃できなかったりといった時には、もちろん長門にも艦船は積むことができるので、艦船じゃないですね、水船が積むことができるので、それらの対応するためにも数ですね、用意しておかないといけないんですけども、なかなかこの水上戦闘機の回収には時間がかかるといいますか、
数字がちょっと高いものですから、まあ、最近は一通り数は揃ったので、あとは、まあ、回収値を上げていければいいんですけども、まあ、これもなかなか回収値に素材が必要といったこともありまして、なかなか進んでないのが現状ですね。ただいずれ、まあそこら辺もちょっと強化を怠ってると、まあ、苦戦が免れない海域がですね、また来るんじゃないかと、ちょっと恐れています。そこがちょっと弱いとこかなと、まあ、最近感じてるところですね。一応索敵地は足りてるものだと思ってるんですけど、どうでしょうかね。いけましたね。この長門を侮るな。まあ、あとここで気をつけなければいけないのは、まあ、長門タッチ連合艦隊であれば空女陣でいいんですけども、通常艦隊の場合は定型陣を選び忘れると、まあ、ただの本気になっちゃうので、まあ、ここだけはきちんと気をつけていきたいと思います。では戦闘開始。さあ、ビッグセブンの力を見せてもらいましょう。ここも編成は弱編成ですね。これはぜひとも、取っていきたいところですね。そうですね。臼骨がさが言うように、推薦は、まあ、なるべくまあ、装備の質もそうですが、やっぱ数を揃えるのが、まあ、重要になりますので、まあ、そういった意味でもイタリアの従順とかですね、今限定でドロップするっていったこともありますし、まあ、大型建造もできますので、まあ、そこら辺で増やしていければななんては思ってますけども、発動しましたね。はい。まあ、こういった感じで、叩ければ、まあ、理想的な展開ということで、なんとか今日初めてゲージを削ることができましたね。みんなありがとう。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。こんにちは、高尾です。あなたのような素敵な提督でよかったわ。はい、高尾さん。高尾さんもまあ、今月まだ行ってないので、第7の会期ですね。こちらの方に行きたいと思います。あ、臼骨菅さんありがとうございます。ようやく、1ゲージ削ることができましたね。いや、なかなか、手強いの分かっていたので、もう、まず最初取れてよかったです。では、戻ってきまして、こちらの、初めの艦隊ですね。必要よね。ああ、助かる。ありがとな。先ほどと違って、ちょっとサラトガの方の装備を飛竜に渡しちゃったので、ちょっとこちらを付け替えましょうね。いい子たちですね。今日はだいぶ敵の編成には恵まれてるんですけどね。でも、レ級のところが抜けてないっていうのがやっぱり一番ネックになりますね。いい関西機。この子もいいですね。これを上に装備して。大砲もバルジにした方がいいな。もうバルジにしましょう。この装備、いいわね。武蔵だけかな。今回は期間をサラトガにしていきましょう。
最後部は、これかな ?2 番艦 BB6-1 アイオワ出撃する。サロレイカそれでは、こちらの、戦艦3、空母3といった、まあ、重量編成ですけども、こちらの艦隊出撃させていきたいと思います。冗談じゃないわ。ああ、あんたならやれる。私は応援するさ。頼みますよ。今度はレ級のマスを突破したいと思ってますけどね。ちょっと若干被弾した状態では、ほんと一発で大破にされますからね、あそこは。ちょっとリペアさせて。シャワー浴びるわ。はい、では、出撃していきます。出撃します。皆さん行きましょう。そうですね、こちら、加賀さんを入れれば、もうちょっと航空隊発艦始め。対戦攻撃もできるようになるので、次はちょっとそちらも試してみようかなと思います。ここは T 字有利でしたけど、大丈夫ですね。はい、こちらはそのままいけそうですね。この敗北は致し方がないと言いますかね。この編成の、状態では致し方がございません。もう、先ほど通りちゃんと攻撃が、通れば問題なく抜けられると思いますね。航空隊発艦始め。サラの子たち頼みます。いい？アタック。ただこの編成で一番危惧されるのは、戦艦と空母が5隻以上の場合は索敵地が足りていても、ボス前でそれる可能性があるといった弱点がもう、大きな羅針盤に阻まれるといったようなことも考えられますのでね。反撃をもらってしまうかな。ここも、無事に突破できましたね。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。はい、これが、本当の、力ですよ。こんにちは、高尾です。あなたのような素敵な提督で、よかったわ。では、またここからのポイント来ましたね。P ポイント。今回は、抜けられるでしょうか。単重時で攻撃開始となります。行きます。航空隊発艦始め。行きます。航空隊発艦始め。今回はもうちゃんとエリート来てますね。野球の攻撃が、どちらに行くか。イントレピットで大破ですね。やはり、こ
こがなかなか抜けないですね。やるしかないわね。燃料がインカに気をつそうでけないと。すね。よし、もらったぞ。そうなんですか。韓国では5の5ルートで9にそれるのを東海と呼びますか。そういう呼び方もあるんですね。アタック。第一次攻撃隊前期発艦。アタック。メインシップは伊達じゃないの。やっちゃうからね。やはり最初の先制来撃がどうしても食らってしまうので、多分、戦艦に行けば大丈夫なんですけどね、やっぱ空母狙われちゃいますしね。どうしてもイントレビットとサラトガは回避率が低いといった弱点がありますので、まあ、これもやむを得ないですね。そうしましたら、だいぶお時間もなってきたので、次の出撃で、今日の、最後の出撃といたしとございます。飛龍の、部隊ですね。もうやられちゃった。よし、たまには長いお風呂に入ります。東海と呼ばれてしまうと、そうですね、対戦攻撃機の東海のことも思い出してしまいますね。本当に道中の潜水艦っていうのは、まあ、手強いと言いますかね。まあ、基地航空隊の存在が、できたおかげで、ある程度は、まあ、突破しやすくなった感じもするんですけども、まあ、そうなると今度はボス艦隊に基地航空隊が、まあ、一部隊出せなくなってしまうといったこともありますので、まあ、最後の状態ですね、とどめ刺す状態になってくると、もう対戦はある程度覚悟していくといった感じですね。あ、シャゲさん、長いお風呂といっても、まあ、あっという間ですね。まあ今回は3部隊でローテーションを組ませてもらってますので、まあ、このような状態であれば、まあ、連続出撃もできるんですけども、その分、まあ、資材の方がね、ちょっと怖い感じになっちゃうんですけども、それでは、こちら、まあ、準ウェルードですね。行ってみたいと思います。よし、第二航空戦隊機関飛龍出撃します。なんとか、レキューの攻撃がまあ、ビスマルクかリシュリューの方に向いてくれれば、いいんですけどもね。二光線攻撃隊発艦。戦闘形態は、単王人と、もジョンストンが若干の被弾をしてしまいましたが、このぐらいであれば大丈夫でしょう。フラッグシップがビスマルクに、よし、ここはちゃんとかわしていきますね。はい。ここも、無事に突破できそうですね。この家族もの戦果がそう、まあ悪い気分じゃないかな。はい。次の、場所は、まあ、F の農道雰囲気ですね。で、こちらを J マスと。
そして、戦闘形態は、単獣人ということで、戦闘開始になります。二光線攻撃隊発艦。たとえ最後の一巻になっても叩いてみせます。よし。やっぱ支援艦隊は、十分な働きをしてくれてますね。ちょっとジョンストンに攻撃が集中してるのが気になるとこですね。大日攻撃の用を認めます。急いで。そろそろ反撃よ。全艦載機発進。しまった。飛竜に、野戦攻撃用の、要員を積むのを忘れてましたね。これでは野戦攻撃ができない。なんということでしょう。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた？いやこれやってしまいましたね。望月です。望月です。はい。よし。では、今回は、また、ノーマル編成だと嬉しいんですけど、どうでしょうかね。戦闘形態は服従人と。やはりレ級のエリート。こればっかりは、でも先ほど単獣人に比べたらはるかに、マシなんですけどね。下の駆逐艦は落として、ジョンストンに来ましたか。ジョンストン狙われてましたね。5番艦か4番艦狙われてる感じですね、さっきから。いや、誠に残念です。ここは。さすがに、飛竜の攻撃力は、高いので、ワンパンですね。レ級といえども、飛竜の前では、敵ではないというところがお見せできたかなといったところですね。はい。カゲロウも、しばらく使ってないな。使ってあげないとな。いや、残念。ここで撤退となります。艦隊が起動しました。MI 作戦の次は、まだ早いですね。そういった感じで今日の、放送の方は、こんな感じで、終了となります。そして今日は何の日ですね。こちらの方を、最後にお流ししたいと思います。こちらですね。今日は、10月10日ということで、世界、渡り鳥のデーとなっております。こちらは、
5月の、そして10月と、第2土曜日が記念日となっているそうです。国連総会の補助機関である国連環境計画が制定したそうです。国際デーの一つであるそうですね。日本語では世界渡り鳥の日と呼ばれております。この国際デーは、渡り鳥が直面する脅威、それらの、生態学的重要性、それらを保護するための国際協力の必要性について世界的な認識を高めることを目標としているそうです。この日には渡り鳥とその生息地の保全の必要性について強調し、意識向上のためのキャンペーンとして世界各地でバードフェスティバル、教育のプログラム、展示会、バードウォッチングなどのイベントが開催されているそうです。渡り鳥は、気がつけば飛んでるかなっていう感じなんで、あまり意識はしてないんですけども、飛んでいくときは皆さん固まって飛んでいきますのでね。渡り鳥について簡単にご説明しますと、食料、環境、繁殖などの事情に応じて定期的に長い距離を移動する、鳥のことですね。その一方で1年を通じて同じ地域やその周辺で繁殖を含めた生活を行う鳥をとどめ鳥というそうです。昼は太陽の位置、夜は星座の位置から現在の位置と向かう方向が分かるという適性を持っていまして、地球の時期であったり、風向きであったり、地形の情報なども参考にして正しい捕獲を取ることができると考えられているそうです。日本で観察できる渡り鳥は繁殖のために日本より南方から渡ってきて、夏は日本で過ごし、冬を越すために再び南に渡るそうです。なので、日本より北方から渡ってきて、冬を日本で過ごして、冬が終わると繁殖のためにまた再び北に渡る、冬鳥ですね。そういった、鳥もいるそうです。渡り鳥の移動の途中に日本を通過していく、旅鳥と呼ばれるものも、いるそうなので、種類に関してはいろいろございますので、割愛させていただきたいと思います。本日は、ご視聴の方ありがとうございました。タモン丸の、提督、カンコレチャンネルですね。ちょっと、体調の方ですね。季節の変わり目でしたので、うまくコントロールできなくて、ちょっと喉の方やられてしまいましたので、放送の方ですね、若干控えたりもしましたけども、きちんと体調を整えまして、また配信としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にいつも見に来ていただいている皆様ありがとうございます。ご視聴ですね、していただきましてありがとうございます。またまだ登録はしてないけど見てきていただいている方々もいらっしゃると思いますので、ぜひタモン丸のカンコレチャンネルですね、登録していただきまして、合わせて、高評価もよろしくお願いいたします。一応今日は攻略ができませんでしたので、次回もこちらの攻略をちょっと続けていくと思いますので、またその時にはTwitter 等でご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のご視聴ありがとうございました。そして皆さんお疲れ様でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。